if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it all. フィギエモンです。ナミエモンです。かわいい。今日はクマもなんか可愛く見えるね。今日は怖くない。だね。確かに。オッケー。あ、そうだそうだ。ナミエモンさんにさ、なんか質問があってさ、はいはい。この前の動画、うん。見てくれた？見ました。コメントとか。コメントも見ました。見たよね。はい。皆さん、挨拶してくれてありがとうございました。かわいい。ありがとうございました。ありがとうございました。タイムリーに皆さんチャットしてる間、私お仕事してたので、まあ声かけにね、こんにちはって答えられなかったんですが、うん。はい。ゆるーくね、おしゃべりしてましたね。してたね。ゆるいおしゃべりしてましたね。してたしてた。でね、まあなんかチャットで質問があったのが、うん。多分ね、鍵山優真選手のこと言ってんだと思うんだけど、うん、鍵山優真選手の好きなところはどこですかっていう質問があったのね。影山優真選手の好きなところ、羽生結弦選手の好きなところではなくて、多分全部なのかもしれない。じゃあ羽生結弦選手と宇野昌磨選手と、うん、もう見てるって言ったじゃないこの前、うん、と鍵山優真選手の好きなところをそれぞれ教えて。あ、はい、わかりました。はい。まず羽生結弦選手の好きなところは、うん、やっぱり羽生結弦選手のさっきも言ったけど、弱さをこう乗り越えて強くなってる、なんか真の強さみたいのを感じるね。そういうところが好きかな。すごいね。ビジュアルじゃないんだね。ビジュアルはね、好みじゃないんですよ、そんなに。別に嫌いとか、そういうのではなく、私のビジュアルの好みはまた別なんですよ。ただ、羽生結弦選手の好きなところっていうのは、やっぱ芯の強いところかな。芯の強さを演技から感じられるので、なんかそういうのが見てて、グッとくるっていうかね、演技を見てて。だからといって毎回見てるわけでもないし、なんだけど、見ると引き込まれるっていうところはそういうところかなと私は感じてるね。技術とかって私、フィギュアスケートのファンじゃないので、技術が高いとか、完成度が高いとか、そういうの分かんないんですよね。で、ジャンプで成功したとか転んだとか、それはもちろん分かりますよ。ただ着地がね、着地が良くなかったことも、もう解説で、あ、そうなんだ、今の良くないんだとか、例えばこうちょっとブレたりとか、こう、なんていうの、こう、グラッとしたりとかさ、そういう分かりやすいのは分かるけども、まあそういうのもね、まあよく分かんないと。技術的な良し悪しも。でも見ててグッとくるのはそういう芯の強さとかね、感じるからなんじゃないかなって、自分でなんで好きなのかなって思ったら、そういうことなんだと思うんだよね。まあ、確かにさ、なんつうだろう、羽生選手のどこが好きってはっきりと聞かれることってなかなかなくてさ、私も聞かれたことないから、それに対して答えてみるとそんな面白い答えが返ってくるんだね。そうだね。なんか綺麗って一言で言っちゃうと綺麗なんだけど、でも他の選手と比べて何かが違うものがあるってやっぱり感じられるのね。
でもそれはさ、なんかこう単純に綺麗とかうまいとか、みんなうまいじゃない、試合に出れるぐらいだから、技術も高いし、でもそこの違いってやっぱその人の持っている、なんか発するものだとか、その精神的なものだとか、そういうのがにじみ出ると思うんだよね。わかる。だからそれが個人差で、その羽生結弦がすごくいいとか、他のその影山優真がいいとか、そこは、まあ、見てる人好みがいいとか、勝手に思って見てるだけだから、それはね、その羽生結弦選手の私の好きなところって言ったら多分そういうところかなって思いました。なるほど。今あんまり考えたことないんですけど。そうだよね、聞かれないと考えないと思う、あんまり。じゃあ宇野選手の好きなところは？宇野選手の好きなところは、キャラですね。キャラちょっとボケた感じのそうそうそう、ゆるい感じの、そうなんかどんどん成長してってるんだなとかっていうのをコメント、彼のコメントでね、見聞きして、それでちょっと応援したくなるっていうのはあります。演技に関してはもちろん、見ててお素晴らしいとかって思うんだけど、何せさっきも言ったようにその技術的なことだとか、全く分かんないので、まあ言ってしまえばみんな素晴らしく見えちゃう。だから宇野選手の好きなところは彼のそのなんかこう飾らないけど等身大で頑張っている姿みたいのを見るといいなって思っちゃいますね。だから試合に出るっていうので、見る機会があれば、見ちゃいます。応援したくなります。なるほど。私ね、宇野選手の演技って結構見たことあるのね、生で。アイスショーも含めて、何回も何回も見たことあるんだけど、宇野選手ってちょっと期待ができるようなオーラというか、その素敵な演技をしそうなオーラ、その演技をし始める前なんだけど、それを持ってるなと思う、生で見ると。ちょっと不思議な魅力な感じはするんだけど、彼はスター性があるんだろう。羽生選手とは全く違うものだけど、スター性はあるなっていう風に、いつも見てる、生で。テレビだと少し感じにくいんだけどね。羽生選手もそうなんだけど、そっか。じゃあ鍵山優真選手の好きなところは？一言笑顔ですね。笑顔？私は影山優真選手の笑顔がすごく好きですね。笑ったとこ。影山選手ってさ、最近表彰台に上るようになって、若い選手だからね、っていう感じなんだけど、彼昔はそんなに笑わなかった気がする。はにかみが多かった。でも最近笑顔が出るようになって、とは思ってた。なんか可愛いなってもう純粋にそう思いますね。そうなんだ。素直に思います。笑顔が可愛いわねって思います。なるほどね。はい。じゃあそれが、じゃあ3人の好きなところ全然違うんだね。そうですね。ちなみに浅田真央ちゃんはどこが好きなの？浅田真央ちゃんの好きなところはちょっとね、羽生結弦選手に似てる、近いものがあります、っていうかその2人は私はちょっと似てるなって思っちゃうんですけど、そういうとこが好きですね。そういうとこって似てるところを言ってちょ。似てるところ、似てるところ、皆さん似てると思わないのかな。私はね、羽生結弦選手と浅田真央選手両方好きなのよ。結構な好き度で好きなのね。羽生選手の
ファンみたいな感じのサイトにはなっているんだけど、もともとは浅田真央ちゃんの方が好きで、羽生選手ちっちゃかったからね、まだ知らないっていう時期も真央ちゃんは出てたから、同じとは思わないけど、なんか私がすごい好きっていうのは、その同じところがあるのかも、とは思った。クオリティの高さとか、そういうなんかやっぱり芯がぐっと強いっていうのを感じるね。見ててだけど、まあご本人たちはね、どうなんですかね。なんだろう、今ちょっと思ったのは、フィギュアスケートの好き度の高さが2人ともすごい高い、っていう風に見えるのね。本当にそうかどうかは別として、浅田真央ちゃんも自分のスケートリンク、真央リンクっていうのを設立してるし、アイスショーもずっとねやめてからもしてたし、本当にフィギュアスケートが好きなんだなっていうのが行動でもわかるっていうか、他の選手とかはよくテレビに入れてタレントとかになったりとかするけど、浅田真央ちゃんはそうじゃなくて、フィギュアスケートを極めていくっていう姿が今も、引退した今も見えてて、羽生選手はまあ現役だけど、すごい発言からね好き度が高いなって思うんだよね。そこが極めるっていうところの原点みたいななってんのかな。そうなんだね。ひげもんはそんなところが似てるかなって思ったけどね。そうだ、じゃあ浪江門さんへの質問ちょっともらってきたんだけど、羽生さんのことを一日中考えてる人をどう思うかっていう質問。羽生さんのことを一日中考えてる人のことをどう思うか。まあ24時間羽生っていう言うんだけど、そういう人のことをどう思うかっていうことみたい。どう思うか、らしい。いいと思います。いいと思う。まあ、自分のそれが可能であれば、なんか他に支障をきたすのであれば、もうちょっとそのうちの何時間かは違うことに目を向けてって思うんですけど、まあそうは言っても24時間と言っても、まあ、寝てる時間あるからね。寝ないわけじゃない。寝ないで羽生選手のことをずっと考えてるわけではないとは思うんだけど。まあ常にことあることにこうなんかね、思い出したりとか、こうするってことでしょ。そうそうそう。いいんじゃないかなと思いますよ。それが人それぞれね、例えばそれ好きな人のことを考えたり、それが羽生結弦選手っていうことなわけだから、全然いいと思いますよ。でそれをやってなおかつ変態になっている人、変態っていうとちょっとその言葉だけどあれだけど、なんだろう、あまりにも考えすぎて、いろんなことをなんか変態的にやってるっていう意味だと思うんだけど、そういう人をどう思うかっていう質問。変態的にやって、そうね、私は好きだなって思ってるファンの人、ファンの人っていうか、私がファンに思ってる人に対してもあんまりこうのめり込まないっていう話をしましたけど、一時期宝塚にこう変態になりかけた時があるので、いいと思います。気持ちわかるってやつね。わかりますね。ただ私は秋っぽいので、一度変態になったらなんだろう、変態卒業するんですよ。変態卒業したの？変態卒業します。あ、そうなの？します？してます、いつも。自然とね。変態になるんだけど、変態を卒業して何回か経てますよっていうこと？そんなに数いないけど。はい。なるほどね。卒業生なわけだ。変態卒業生なんだね。そういうことか。変態卒業生。なるほど。だから変態になること自体は
全然ありだと思いますし、ただその持続しない、卒業が来る。なるほどね。そう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 。そっかそっか。面白い。なるほどね。宝塚っていうのは、その宝ジェンヌも卒業するからね。あ、そっかそっか。それと同時に変態も卒業。ああ、まあ同時にフィギュアスケートでも言うと、一応引退があるからさ。多分フィギュアスケートの引退よりも早いと思うんだよね。宝塚の卒業の方が。あ、そうなの？うん。何年ぐらいやってんの？トップだったら、短くて2年。長くて、まあ6年っていう人もいるけど、だいたい4、5年いれば長い方かな。フィギュアスケートもそうだよ。羽生選手とか真央ちゃんは長いんだけど、そういう選手は稀で、他の選手、まあ今の現役の選手は割と長い人が多いんだけど、ちょっと怪我でねやめちゃったりとか、そういうスポーツだからさあって、そんなにね息長くないんだよね、フィギュアスケートも。私変態度数もそんなに高くないと思うけど変態度数あるのね。変態度数はそんなに高くないし、変態期間も短いんですよ。もうその宝ジェンヌさんが卒業する前に私も卒業することもあるので、ただグッとね、のめり込む瞬間はないわけじゃないんですよ。じゃあ分かるわけね。分かるわけ。その変態卒業生なので、知ってますみたいな。そう、でもグッズも買わないけど、あんまり買わないだけで、買うっちゃ買うしね。買うんじゃん。買うっちゃ買うのよ。ただ、その厳選して買う。それもある意味これも変態に近いかもしれないんですけど、そのなんだろう、その人の写真がね、写ってるもの何でも買うっていう変態さんもいるかもなんですけど、私としてはそっちの買い集める方ではなくて、そのなんだろう、そのグッズに、そのグッズをどう使うかとか、そういうところに重点的に、こう変態を発揮させるというか。なるほど。その例えばそうだな、変態グッズ変態グッズって言ったら変だけど変態グッズって言ったら興味津々。カレンダーとかさ、宝塚の場合その好きな人の、写真が載ってるその、カレンダーとかあるわけですよ。羽生結弦選手の周りありますよね、きっとね。でそれをそのなんだろう、大きいカレンダーにするか、卓上カレンダーにするか、それともスケジュール帳ね。羽生結弦ダイアリーっていうのあるよ。まあそこをよりそのこうどのシチュエーションで私はときめくだろうっていうのを真剣に考えて買うんですよ。だから何でもかんでもこうこれもいいあれもいいっていう気持ちもあるんだけど、その中でもぐっとその自分の心をつかむね、そういう使い方ができるものはどれだろうって考えますね。面白い。だけどどうですか、これ変態って言います？普通といえば普通なんですけどね。私変態だからさ、変態に聞かれてもっていう。いや、変態からするとそれは変態じゃないよっていうの分かるじゃない。普通だよとかって。でもその自分の中でもそういう自分もいるから、私何でも買うっていうタイプの変態ではないのね。今はね動画やってるから、いろんなものを買うことが前よりは増えたけど、もともとはそんなに買う感じじゃなくて、多分同じタイプかな、もともとは。そうかもね。その飾ったりとか何笑ってんの？いや今思い出したね、エピソードがあって、それちょっと笑ってしまいました。何？いやそのね、ハンカチ
グッズのハンカチを私は買ったわけですよ。宝塚の、そのトップさんが、あるトップさんが監修したグッズの中のハンカチをね、買ったんですよ。で、私はそれはすごいデザインとかも気に入ってたし、そのタカラジェンヌさん、トップさんのことも好きだったので、まあ買ったわけですよ。で、使ってて、私手がすごく荒れてる時期があってですね、ある真夏のものすごい暑い日に手がすっごいただれちゃったんです。で、血まみれになっちゃって、もうかきむしっちゃって、でも、その日ディズニーランドだったんですよ。で、並んでる時も何してる時も、ものすごい手が痛くて、で、そのハンカチに、保冷剤を入れて手を包んでたんですよね。それで冷やしてて、でそのね、私全然気がつかなかったんですけど、その時私の母親と一緒に遊びに行ってたもんで、で母親が言うには、そのハンカチを結び直すたんびに、そのトップさんの名前を呼んでいたと。それフルネームでね。で、それがね、なんか、そういえばそうだなと思ったんですけど、それ、どうやら、そのハンカチを使うときは必ず名前を呼んでるらしいんですよ。それで、そのことに私気づかなかったんです。若干それはさ、変態かも。変態だよね。変態だよ。私なんて周りにすごい羽生結弦選手のグッズがあるから、その度に羽生結弦って言ってたらやばくないみたいなぐらいあるんだけど。でもそういう人いると思うんだよね。まあ、いると思う。この前の配信でも、浪江もんの気持ちがわかりますっていうコメントあったの読んだ。どれに対してだっけ？なんだっけな。一緒に旅行したいとかそれに対するコメントだったかな。いくつか来てて、なんかね、そう、北京オリンピックの見方スタンス、私も浪江もんさんと同じような感じで見始めましたって書いてあった。はいはい、見ました。そのコメントだからね、多分浪江もんは羽生結弦ファンっていうカテゴリーにはそこまで入らないのかもしれないんだけど、でも演技見てるぐらいの人っていう意味で、ここから羽生結弦ファンになるかもしれないってみんな期待してるところもあるみたいな。浪江もんが。まあでも応援するっていう意味じゃファンっちゃファンなんですけど、でも別に毎回見てるわけじゃないし、でもファンだよ。ファンだよって言っちゃったよ。ファンじゃないよ。ファンじゃないよ。ファンだよ。ファンじゃないよ。そういうことか。応援してます。まあ応援してますって言ったらファンだよな。でもその微妙なラインの人が多いのかも、日本人の人は。すごいファンじゃないからコメントするのを何はばかられるけども、でも浪江もんぐらいなボルテージで、羽生選手のことを応援してる人も多いのかもねって思った。それが日本人なのかなっていう気がする。一応まとめるとね。じゃあね、ここでフィギエモン今週の羽生ライフ。今日は羽生選手の好きないちご、これを持ってきました。美味しそう。食べたい、食べたい。よし、食べるか。はい、どうぞ。いただきます。うまっ。いちごはビタミンだよね。羽生選手って可愛いものがすごい好きでさ。そうなんだ。いちごも可愛くない？可愛いね。いちご好きって。バナナとかじゃないんだよ。いちご可愛いみたいな。バナナも可愛いけどね。なんでバナナ可愛いじゃないの。
私バナナ柄のリュックとかバナナ柄のタンクトップとかありますよ。可愛いんだけど、なんつうの、王道の可愛さだよねっていうかね。うん、まあ赤いしね、つぶつぶがついてるからね。あとね、じゃん、ゆずカステラ、これ持ってきた。ドラえもん風だね。そうなの。フィギュアもんだから、若干ドラえもん風。で、これが、まあ見えると思うんだけど、高知の柚子らしい。で、おー、じゃーん、見て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 、やばくない？羽生市。羽生市、すごーい。それはすごいね。気づかなかった、これは。今初めて知った。羽生市です。高知の柚子だけど、羽生市です。ってことで、開けてみよう。じゃん。切れてない、これ。切れてないよ。ちょっと一回切るか。はい、切ってきました。ワイルド。じゃあ、食べてこれね。羽生市で作られた柚子カステラ。あんまり柚子感じなくない？あんまり柚子は感じない。あ、でも最後に後からふわっとくる。最後に。で、実はもう一個ある。じゃん。これね、カルディで買った柚子がたっぷり敷き詰められた絹どけクリームチーズ。最後だけドラえもんでした。これはね、羽生じゃなかった。奈良だった。いいね。柚子クリームチーズ。開けてみます。じゃん。これも切るやつ？これも切るやつか。じゃん。おー、美味しそう。柚子クリームチーズ。おー、すごっ。これは柚子の味がしないってことはないよね。食べてみましょう。食べてみましょう。いただきまーす。いただきます。これはお酒が欲しいな。あ、すごい濃厚ですね、これ。おー、すごいね。すごいこれ濃厚。なんていうのこの味。柚子の前にチーズがすごいね。すごいね。これ何チーズ？クリームチーズ。クリームチーズってこんな味？クリームチーズの中でもすごい濃いかもしれない。オーストラリア製造って書いてあるクリームチーズ。お酒飲みたいねこれ。だよね。今このてかもうこれだけでお酒を飲んでる気分。あ、確かに。このチーズだけでお酒飲んでる気分になっちゃう。すごい。なんかアルコールがないのに酔っ払ってる感じ。ケーキ一つ分ぐらいのボリュームあるね。すごいわこれ。こんなに大きくないものだけどびっくり。でも美味しいかもしれない。これ普通にシャンパンとかと飲みたいな。美味しいねこれ。これなんか何人か集まった時に、なんかワイワイしながら食べたい感じ。一人の時とかはちょっとなんか。確かにね。なんか華やかすぎるこの食べ物。一人で食べるのに華やかすぎる。一人でさフィギュアスケートの衣装着てるみたいな感じ。そう感じ。わかるわかる。これねカルディで売ってるから、冷蔵庫のところ、あそこで見つけた。なんかパーティーメニューの1個に加えてもいいのかなっていう感じの味ですね。いいよね。クラッカーとかにも乗せたいかな。そのままというよりは。ありがとう切ってきてくれて素敵に、という感じでお送りしましたが、
いかがだったでしょうか。順ナミエモンいかがでしたか。なんかそうですね、いろいろ質問がね、自分で考えないと答えが出ないような質問があったので、なんとなく私の言ってることを分かってもらえたらいいなと思いながら、伝わりましたでしょうかっていうというちょぴっと心配そうですね。なるほどね、はい、わかりました。じゃあまたね、なんか違うお話、テーマでお話できたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、フィギエモンでした。ナミエモンでした。さようなら。さようなら。